レイフェイは、多種多様な構えを、変幻自在に操るキャラクターです。構えから繰り出される技も、奇抜なものが多く、ガードしても、有利振りがわかりづらい技ばかりです。また、回避技やさばき技を、多く持つことも特徴です。構えからも様々なさばき技が出せるので、構え移行技をガードされても、反撃を受けづらいです。弱点は、投げのダメージが低いことです。前方向の投げのダメージは、かなり大きいのですが、後ろ方向の投げは、ダメージが50と低めです。また、覚醒反撃の安さも弱点の一つです。特に、マイナス15フレームまでの下段への反撃は、ダメージがかなり低いです。総じてレイフェイは、独特な技や構えを覚える手間はありますが、その構えを駆使した、奇妙奇テレスな攻めで、相手を翻弄することができるキャラになっています。6P は、背側半回転の中段攻撃です。主に、レイフェイの背中側に避ける相手に使ったり、ワンコマンドの、気軽な中段として使えます。6PP は、腹側半回転の、連続ヒットする中段です。こちらは、最速出し切りと2段目ディレイの、使い分けが有効です。また、6PP プラス K プラス G で、挙式に移行することができます。挙式に移行すると、ガードされても有利となり、挙式中継が、割られない連携になるので、挙式中継と挙式中2系系で、強引な2択がかけられます。66P は、肘クラスの中段攻撃です。2フレーム有利から、割られない連携として使えるほか、ガードされても距離が離れるので、非常にローリスクです。しゃがみ中 6P は、リーチが長めの中段です。カウンターで腹崩れを奪い、コンボが入ります。主に、2P ヒットから、割られない連携として活躍します。6K は、全回転の上段で、技後はココ式に移行します。また、カウンター時は、ココ式中継が連続ヒットするので、避け対策として、非常に強力です。さらに、ガードされても振りが小さく、ほとんどの中段は、ココ式中 P でさばくことができ、下段や発生16フレーム以上の技は、ココ式中継で潰せます。9系は、中段のコンボ指導技です。主に、マイナス16フレーム以上の技への、確定反撃として使いますが、コンボが難しかったり、不安定なところが欠点です。66P プラス K は、背側半回転の下段です。ガードされても反撃を受けず、半回転でもあるので、有利時の下段タクとして使えます。また、レイフェイの腹側に壁がある時に当てると、壁よろけを誘発します。そこに、466P プラス K を当てると、崩れダウンとなり、コンボが入ります。236P プラス K は、上中段 P、肘をさばく中段です。
さばき成功時は腹崩れを奪う、コンボが入ります。主に、手技を中心とする相手に有効で、連携への割り込みとしても活躍します。HP プラス K は、中段のコンボ指導技です。ではじめに、若干の上段透かし性能があります。発生が遅いので、確定反撃として使える場面は限られますが、主な要素は、やはり暴れとなります。上段透かし性能のおかげで、比較的決まりやすく、当たれば、100前後のダメージを与えることができます。K プラス GP は、連続ヒットする、上段中段の連携です。主に、マイナス13から15フレームの、立ち状態の技への反撃に使用します。技後はハイ式に移行するので、割られないハイ式中継や、全回転下段の、ハイ式中2系などで攻めるのが有効です。6K プラス G は、腹側半回転の中段です。レイフェイは手側半回転の技が多く、腹側避けに弱いのですが、この技は腹側半回転なので、腹側に避ける相手に有効です。8K プラス G は、背側半回転の中段です。主に、レイフェイの手側に避ける相手に、カウンター狙いで使えます。カウンターヒット時は、距離が近ければ K プラス GP が、少し遠い場合は、43P プラス K が、対戦の空に入ります。9K プラス G は、中段の両足攻撃の、コンボ指導技です。両足攻撃のため、さばきや当て身対策として有効で、ヒット時はコンボを入れることができます。また、ガードされても、打撃では反撃されません。ハイ式中 PP プラス K は、発生の速い上段中段の連携です。ガードで大幅有利なので、暴れはしゃがみ中 6P で潰せます。そのため、ガードでは、バックダッシュや避けが安定なので、この技を知っている相手には、ダッシュからの2択が有効です。さらに、壁ありステージでは、この技で相手を壁に押し込んで、66P と 1K プラス G での、壁コン狙いの2択が非常に強力です。また、2段のカウンター時は、21フレームも有利になるので、1P プラス K が繋がり、大ダメージを与えることができます。僕体中 3K は、発生の速い中段です。僕体自体が、非常に高い回避性能を持つので、いろいろな技を透かしながら当てることができます。また、アキラと重量級以外には、ヒット時に K プラス GP で攻撃できます。その上、ガードされても有利という、非常に強力な技です。涅槃式中 P プラス K は、さばき性能を持つ上中段です。さばける技は、上中段 PK 肘、膝、ミドルシックです。主に、涅槃式移行技がガードされた時の、フォローに使います。また、2段目、3段目の派生があるので、派生を意識させて投げを狙ったり、出し切りでコンボを狙う、などの攻めが有効です。ここ式中 P は、さばき判定を持つ、
中段のコンボ指導技です。さばける技は、上中段 PK 肘、膝、ミドルキックです。主に、セコ式移行技がガードされた時の、フォローに使い、ヒット時はコンボを入れることができます。挙式中 6P は、ヒット時に追撃可能な中段です。挙式中継より発生が遅いので、割り込まれやすいですが、ヒット時のリターンは、挙式中 6P の方が上です。主に、挙式中に KK や挙式中 P プラス K を、しゃがむ相手に有効です。挙式中 P プラス K は、上段のガード外しです。相手の立ちガードに当てると、投げや P6P が確定します。また、ヒット時はコンボを入れることができます。主に、挙式中の中段を、警戒する相手に有効です。挙式中 K プラス G は、全回転の上段で、技後は背式に移行します。挙式中の技は直線攻撃が多く、避けに弱いので、全回転のこの技が、避け対策として非常に有効です。また、カウンター時は背式中 PP プラス K が連続ヒットし、さらに、ハの字指導の場合は、4回 P プラス K まで確定します。しゃがみ中 6P プラス G は、投げのコンボ指導技です。体重の軽いキャラには、かなりのダメージを与えますが、体重が重くなるにつれて、ダメージが落ちるので、重いキャラには、4123 6P プラス G の方が、ダメージが大きいです。ご視聴、ありがとうございました。よろしければ、チャンネル登録、お願いします。